正面に見えているのがカンボジア側バベットの国境の建物ですね。無事に国境を通過してカンボジアに入国しました。僕は陸路で国境を越えたのがこの時が初めてだったのですが、国境を越えた瞬間に人種も変わる、貨幣価値も変わる、文化も変わるといっても全てが変わるという経験がこの時が初めてだったので、とても貴重な体験になりましたね。国境の町バベットにはカジノがあったりデューティーフリーがあったりしたのですが、もう10分も走るとこんな感じで田園地帯になりました。数時間前までいたベトナムとは景色が全然違いますよね。あとね、牛がたくさんいました。道端に普通に牛が歩いてるんですよね。しばらくは初めて見るカンボジアの車窓を楽しむことにしました。カンボジアはこんな感じでラウンドアバウトっていう環状交差点が多いんですよね。これは多分ね、フランスの植民地時代の影響かと思います。バベット国境から約2時間半でようやく都会的な建物も見えてきました。もうすぐプノンペン到着です。約8時間バスに乗車してカンボジアのプノンペンに到着してすぐにグラブを呼んでホテルに向かいます。カンボジアのグラブはトゥクトゥクを呼べたのでトゥクトゥクに乗ってホテルに向かうことにしました。今回滞在するのはこちらバケーションブティックホテルというところです。プノンペンの中心部からは歩いて10分くらいかな。立地もとても良かったですね。泊まっているホテルを出て、これからナイトマーケットの方に行ってみようと思います。で、ナイトマーケットに行く前にバスのチケットを買いに行こうかな。ただ明日は一日このプノンペンに滞在して、で明日、明後日、シェムリアップ、アンコールワットがある街ですねの方に行ってきます。でそのシェムリアップに行くためのチケットを買いに行くと。僕はこの雑然とした東南アジアの雰囲気が残るプノンペンの街がとても気に入りました。ホテルのフロントの人にこの辺はひったくりが多いから気をつけてねと言われたので、今は気をつけて歩いているところです。バス会社着いたのでチケット買ってきます。 Hello. Can I get a ticket to the Siem Reap? We have 8:45, 12:30, and night time. I think I'll go for 8:45. 8:45. Yeah. We check the seat for you. Yeah. No, I mean on 16th, a day after tomorrow. Okay. Green one is available. So the green one is available. Yeah. I think I take 9E. Alrighty. For you again, 16, 8:45 a.m. Right, and right. your seat is 9E. Okay, cool. And what time should I come here? 1 hour before. So 7:45. Okay. Thank you. 無事にシェムリアップまでのバスのチケットを購入できたので、近所にあったナイトマーケットに来てみました。
カンボジアのナイトマーケットにメーヘムの T シャツが売っていてびっくりしました。メーヘムっていうのはね、ノルウェーのブラックメタルバンド。ナイトマーケットを見てみたんですけど、なんかね、これといってなんか同じようなものばかり売っていて、めぼしいものもなかったので帰ろうかな。川沿いをブラブラして帰ります。ホテルの近くにあったオストロビストロというお店で夜ご飯を食べることにしました。なんかね、これはオリジナルカクテルだったかな、ライムの味だったと思います。あと頼んだのはフライドライス。カンボジア2日目の朝です。今はね10時前くらい。これから準備をして街中をプラプラしてこようかなと思っています。はい、じゃあ準備ができたので、これからカンボジアのプノンペンのお散歩に行ってきます。滞在しているホテルはプノンペンの街のほぼ中心部だったのですが、隣の国のベトナムとは全然雰囲気が違いますね。交通のインフラもまだまだ整っていない感じだったのですが、僕はこの雑多な雰囲気が気に入りました。プノンペンの街は木がとても多いんですよね。この緑の豊かなところも気に入った要因の一つかもしれません。最初の目的地はカンボジア国立博物館の近くにアートショップが立ち並ぶエリアがあるということだったので、そこに向かってみることにしました。交差点には信号とかがないので、そのまま歩いて行って向こうに避けてもらうスタイルみたいでした。ホーチミンでもたくさん見かけましたが、こうやって道で屋台を出店しているところがたくさんありました。向かいはね、お芋かトウキビか何かを焼いてたんじゃないかな。美味しそうでしたね。アートショップが並んでいる通りに到着して、なんかお店の方に聞いて中を見せてもらっています。なんかね、英語は通じなかったんだけど、ジェスチャーで動画撮っていいですかって聞いたら OK って言ってくれたので撮らせてもらってます。とても綺麗だね。絵画は民族衣装を着たクメール人女性の肖像画やアンコールワットをモチーフにしたものが多かったですね。で、これからセントラルマーケットの方に行ってみようかな。Can I get green tea latte, please? Ice or hot? Ice. Yeah. And How about sugar? Little. just a little. Yeah. Yes, please. Are you Japanese? Yes, I am. How to say thank you? Arigato. Arigato. Yeah, you got it. Yeah. Are you a student? At university. University. You major something? I will study business. A business? カフェの店員さんとお話をしながら滞在していました。飲み物はグリーンティーラテにしようと思っていたのですが、レモネードが美味しそうだったのでレモネードに変えてもらいました。カンボジアはこういった形でお香を焚いているところがとても多かったです。街中でこうして石像を作っているお店も多く見かけました。これ手作りなんですね。僕ね、感心して5分くらい見入ってしまいました。こうやって自転車で食べ物を売って歩く人もたくさん見かけました。少し歩くと看板屋さんがたくさん並ぶエリアに出ました。ここはね、看板屋さんばかり 7,8 軒並んでいましたね。
こはね美容室、場所は外です。猫に甘えられました。かわいい。この猫はね、自分がどうやったら餌をもらえるか分かっている頭がいい猫ですね。ただね、僕は食べるもの何も持っていなかったので餌をあげることができませんでした。あとは熱帯魚屋さんもあって、これはベタですね。僕お魚好きです。カンボジアは暖かいのでヒーターなどはいらないみたいでした。こうやってねヒーターなしでいろんな熱帯魚が売っていました。マーケットの外観は中央にドームがあって四方に足が伸びている形状。ここね1930年頃に建てられたらしいです。結構歴史がある建物なのですね。まずはマーケットの中央部分に行ってみました。僕はねマーケットで売っているものよりも建物自体に興味がそそられましたね。本当に綺麗な建物でした。中央の部分にはシルバーとかゴールドのアクセサリーが売っていて、婦人服なんかもありました。洋服はね金額はだいたいどれも3ドルから5ドルとかだったかな。結構お手頃。あとは値段は聞かなかったのですが、メイドインカンボジアのロレックスとかも売っていました。売っているものはエリアによって分かれていて、ここは洋服中心のエリアでした。もうちょっと行くと美容室があったりとか、ネイルサロンがあったりとか、あとは魚が売っているエリアがあったりとか、いろいろありましたね。ここは美容室のエリアかな。これは干物。排気ガスをいっぱい浴びている気がしなくもない。市場でリュックを買ってきました。なんかずっとこのショルダーだったんだけど、ちょっとねこの後リュックが必要な工程があるのでリュックを獲得しました。どうしようかな。この後ちょっと北上してみようと思います。これセントラルマーケットね。特にルートなどは決めていなかったのですが、まずは北上してから川沿いに出て、それから南下し王宮の方面に向かうことにしました。やはりどこに行っても緑が多いですね。何かなと思ったらあれカンボジアの駅だったんですね。エリアがちょっと変わると全然違う国に来たみたいですね。で、ここがラッフルズホテルで、ラッフルズホテルのところを抜けてワットプノンっていうお寺かなやってきました。ワットはクメール語でお寺、プノンは丘という意味で、その名の通り小高い丘の上にある寺院になります。でワットプノンの中に入ってきました。外国の人は1ドルを払って中に入れましたね。現地の人たちは無料みたい。ここがね非常にゆったりとした雰囲気の場所で、観光客もそんなにたくさんいなかったのでゆっくり見て回ることができました。これ見つけた時は本当にびっくりしたのですが、これねオオサイチョウという羽を広げると1メートル30センチくらいになるすごく大きな鳥ですね。結構珍しい鳥なんですよね。伝説によると、このワットプノンというお寺は昔ペン夫人という女性の方が川から流れてきた4体の仏像を安置する場所として建立されたみたいです。これはね多分小さいサイズのペン夫人。またオオサイチョウがいましたね。
何か狙っているみたい。かわいい。ここが本堂ですね。本堂の中にも入ってみることにしました。本堂の中はとても神聖な空気感でしたね。壁一面に描かれた壁画がとても美しかったです。本堂がある丘を降りた広場に大最鳥がたくさんいましたね。多分8羽くらいいたんじゃないかな。もっといたかもしれない。なんかね、こんな感じで餌をあげてるみたいですね。この人は日向ぼっこをしてるみたい。目が合いました。こっちはファンサービスがいい大最鳥。僕は結構近くにいたのですが、じっとしてカメラのファインダーを覗いていただけだったので、あまり警戒されなかったみたい。で、今歩いてきたのは大最鳥のメスかなと思ったのですが、調べてみたら違っていて、これはね、シワコブ最鳥という別の種類の最鳥ですね。ちょっと一回り小さいみたい。この結構かわいいな。種類は違うのですが、最鳥同士なので仲良くやっているみたいでした。僕は結構長い時間座りながら最鳥を観察して写真を撮ったり動画を撮ったりしていたので、ここにいた最鳥たちとも仲良くなれた気がしています。これはね、おじさん。しばらくワットプノンに滞在した後はリバーサイドの方に戻ることにしました。で、これが昨日来たナイトマーケットのあたりですね。こっちの川沿いが気持ちよさそうだから、川沿い散歩しようかな。歩いていたらたまたま良さげなお店を見つけたので、ここでご飯を食べることにしました。ハリーズというお店です。ソーセージとチリビーンズと卵とマッシュルームとパン、最高でしたね。食べ終わってお散歩再開。川沿いにはすぐに出ずに中通りをぐるっと回ってから川に出ることにしました。ものすごい量の荷物を載せていますね。これは服を売っているのか、それとも洗濯なのかよくわからなかったのですが、何か可愛い見た目でした。電線の数がとんでもないことになっていますね。この丸くなって垂れ下がっているものは昔使っていた電話線がそのままになっているみたいです。上の方もすごいな。街中をぐるっと一周して川沿いに出ました。ここからは遊歩道沿いを歩いていこうと思います。この辺りのエリアはとても綺麗に整備されていましたね。夕暮れの風がとても心地よかったです。リバーサイドエリアから王宮に到着。王宮の前は広場になっていて、現地の人たちが思い思いの時間を過ごしていました。リバーサイドの方から王宮まで歩いて、で王宮から中通りに入って、でホテルの方に帰ります。結構ね、歩いたかな。なんかリバーサイドのエリアも王宮のエリアも警察とかセキュリティの人がたくさんいて、なんか治安の面では全然問題なさそう。
屋台のご飯が気になったのですが、翌日バスの長距離移動があったので挑戦するのはやめておきました。で、王宮を過ぎて川とは逆の方向に歩いているんだけど、結構この辺はカンボジア国外の人が多いようなエリアなのかな。なんか英語表記の看板が目立ったりしていますね。カフェがあったりギャラリーがあったり、この辺りのエリアはとても過ごしやすいですね。なんか歩道も広いし、区画整理がしっかりされている感じがする。で、結構ね、警察が交差点に必ずいたりとかして、でもここは外国人居住区なのかな。そんな感じの場所だと思います。結構な距離を散歩してホテルの部屋に戻ってきました。ちょっとまったりした時間を過ごそうと思います。疲れたのでコーラを飲もうと思って蓋を開けたら中身が噴き出て、コーラは終了しました。これはこぼれたコーラを見ながらどうやって掃除をしようと思って絶望しているところ、さらにこぼれました。朝6時に起床して、この日はプノンペンからアンコールワットのあるシェムリアップまでバスで移動します。グラブを呼んでロビーで少し待たせてもらうことにしました。トゥクトゥクが来たので、これからバスのオフィスに移動します。今回もね、またジャイアントアイビスのバスを予約しました。7時50分にジャイアントアイビスのバスのオフィスに到着したら、もうすでにバスが来ていて、で係の人にこれに乗ってと言われてすぐにバスに乗ってしまいました。ただね、すごい小さいマイクロバスで、これでもう6時間も7時間も乗ってシェムリアップまで行くのかなと思ってたんですが、それはねちょっと違ったみたいです。10分くらい走って郊外にあるジャイアントアイビスのバスターミナルに到着しました。左側のが乗ってきたマイクロバスで、右にあるのがこれから乗るバスです。このターミナルがハブになっていて、ここからいろんな場所に出発するみたいでしたね。座席はこんな感じで、シートピッチは広め。本当は窓側が良かったのですが、結構バスが混んでいて窓側は取れませんでした。まあいいでしょう。2時間ほど走ってどこだかわからない休憩所に到着。まだ出発してから2時間しか経っていなかったので、そんなにお腹も空いていないし、ブラブラすることにしました。バンガローが良かったですね。窓から過ぎ去っていく景色の全てが新鮮で、車窓を見ているだけで一瞬で時間が過ぎ去っていきました。移動すること自体を楽しめると旅がより楽しくなりますね。この日僕の隣に座っていたのがカタールから来た方で、その方にカタールの音楽の話を聞いたり YouTube を見せてもらったりして、結構有意義な時間になりました。最初に休憩してからまだ2時間半くらいしか経っていないのですが、もう一度休憩になりました。カンボジアでは休憩が流行っているみたい。
お土産屋さんの裏手はテラスになっていて、そこからの眺めがとても素晴らしかったので、今度は景色を観察することにしました。水牛がいました。これは飼われている水牛なのか野生の水牛なのかわからなかったのですが、結構大きいですよ。30分くらい休憩時間があって再度出発することになりました。7時間くらいバスに乗ってシェムリアップの町に到着しました。